皆さんこんにちは。本日は私がダイエットで脂肪が落ちた順番と難易度をシェアしていきたいと思います。では早速始めましょう。まずはじめに落ち始めたのはお腹の上部です。ここのくびれの上の部分です。お腹に線ができ始めたのも上側からです。ちょうどみぞおちのあたりに影ができ始めました。下腹よりも脂肪の量が少ないので効果を早く感じました。私はいつもここが一番に脂肪が落ち始めます。私はもともと膝下にはあまり脂肪がつくタイプではありませんが、縄跳びをしていたこともあってか、膝下の脂肪が簡単に落ちたように思いました。脂肪が少ない分変化が見えやすいのかもしれません。3番目はお腹の下部です。たくさんついていた脂肪が毎日鏡を見るのが楽しいくらい落ち始めました。脂肪が落ち始めると早い気がします。ごっそり一気に落ちるわけではありませんが、横から見てもすっきりしていくのがわかります。4番目は太ももの外側と下ももです。下半身を中心に筋トレを始めてから脂肪が落ちたのと同時に引き締まり始めたと感じました。しかし内側の脂肪はまだこの時点では落ちてるなという感じはあまりしませんでした。筋トレすると見た目が綺麗になります。足やお尻の筋トレはおすすめです。5番目はくびれと腰の横の肉です。このサイドの部分は毎回なかなか落ちにくいです。腹筋運動だけでは取れない気がします。なのでとにかくひねる動作を入れるようにしています。暇があったらひねってひねってひねる。そうすると縦の線も現れました。6番目は脇の付け根の部分です。この部分を筋トレしていないこともあり、難易度はかなりハードです。私の悩みの種です。7番目は内ももです。この部分は本当に落ちにくいですよね。放っておくとここだけ脂肪が落ちないので筋トレはマストです。もちろん筋トレだけではなく、ある程度有酸素運動で脂肪を減らす努力も必要ですね。内ももの脂肪が落ち始めるときは脂肪が柔らかくなる気がします。最後はどんなにダイエットをしても落ちたことがない二の腕です。私の一番のコンプレックスです。とにかく肩周りのトレーニングが苦手ですが、やらなければいけませんね。私にとって一番難しい場所は二の腕で、逆に一番簡単な場所はお腹の上部でした。脂肪は1箇所ずつ順番で落ちているわけではありませんが、今回のビデオでは落ち始めた順番をシェアしました。少しでも参考になれば嬉しいです。脂肪の落ちやすい場所の順番は遺伝子でコントロールされているようなので、個人差がかなりあるようです。基本的にはついてすぐの脂肪は落ちやすいようなので、写真を撮ったり鏡を見たりして自分の体の変化に敏感になりたいですね。皆さんはどの順番ですか？コメントでシェアしてくれると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。